今日はジャーマンポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ジャーマンポテトを作っていきたいと思います。私のチャンネルでもね、何回かジャーマンポテトレシピはご紹介してるんですけれども、今回は男爵芋を使ったホクホクで美味しいジャーマンポテトレシピをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、ソーセージ、玉ねぎ、にんにく、鶏ガラの素、オイスターソース、粒マスタード、蜂蜜、オリーブオイル、パセリ、塩コショウ。今回はこちらの材料で作っていきます。まずじゃがいもなんですけれども、こちらは今回男爵芋を使っていきます。ジャーマンポテトを作るときは煮崩れしにくいメークインを使うことが多いんですが、ホクホク系の男爵芋でもね、とても美味しく仕上がるので、今回は男爵芋を使っていきます。ただこちらの品種に関しましてはお好みのものを使っていただいて OK です。そしてソーセージですね。こちらはもしソーセージがない場合は厚切りベーコンなどで代用していただいても美味しく召し上がっていただけます。そして今回の味付けのポイントです。味付けの調味料の中にオイスターソース、あとは蜂蜜を使っていきます。オイスターソースをね少し加えていただくことで旨味がアップしてとても美味しいジャーマンポテトに仕上がります。蜂蜜は加えていただくとコクとまろやかさが出てとても美味しい仕上がりになります。もし蜂蜜がダメな場合はこちらはお砂糖で代用してみてください。その場合も小さじ1杯ほどのお砂糖を入れていただくといいかなと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにじゃがいもの皮を剥いてください。はい、そしてじゃがいもの芽がある場合はこちらを必ず取り除いてください。はい、これで OK です。それでは残りも同じように皮を剥いて芽を取り除いていきます。はい、このようにね皮を剥いて芽を取り除いてください。ちなみに今回のじゃがいもは皮を剥かない状態で3個で約 400g のじゃがいもを使っていきます。こちらは目安にしてみてください。そしたらこちらのじゃがいもを食べやすい一口大ぐらいの大きさに切っていきます。だいたいじゃがいもの大きさはね揃えていただくといいかなと思います。大きさがバラバラだとね火の通りも変わってくるので、できるだけ大きさを揃えてみてください。はい、じゃがいもはこのように切ります。そして切り終わったらボウルにお水を張ってじゃがいもを入れます。そしてこのままですね10分ほどアク抜きをしてください。切った後ねすぐアク抜きしないとじゃがいもも変色してしまいますので、切り終わったらすぐお水に浸してください。それでは続いて玉ねぎを切っていきます。こちらはですねだいたい 5mm 幅ぐらいで薄切りにしていきます。芯の部分は切り落としましょう。はい、そして軽くねパラつかせておいてください。玉ねぎの準備はこれで OK です。続いてニンニクですね。ニンニクはまず半分に切ってください。そしてニンニクの芽を取り除きます。こちらはですねえぐみの原因だったり、あとはね焦げる原因になりますので必ず取り除いてください。そしたらこちらのニンニクはみじん切りにしてください。はい、ニンニクはこれで OK です。では続いてパセリもね刻んでおきましょう。茎は切り落とします。そして適当に刻んでください。パセリの量はねお好みで切ってみてください。パセリはこれで OK です。それでは続いてソーセージを切ります。ソーセージは斜めに半分に切ってください。こんな感じです。ではね残りも同じように切っていきます。ソーセージはこのように切っておきましょう。はい、じゃがいもも時間が経ったので一度水切りします。さっと水洗いしてから水切りしてください。はい、水切りしました。そしたらですねこの上にふわっとラップをかけます。そしてこちらを電子レンジ 600W で5分加熱してください。あらかじめねじゃがいもを加熱していただくことでしっかり火も通すことができて、かつね煮崩れも防ぐことができます。それでは5分加熱していきます。はい、5分加熱しました。ラップを外します。こ
これでようじまたは竹串などで一度ねじゃがいもを刺してください。これで火が通ってれば OK です。それでは炒めていきます。まずはじめにフライパンにオリーブオイルを入れてください。そしてここにニンニクを入れます。これで火にかけましょう。火加減中火です。一度ねこのニンニクがじゅわじゅわっとして香りが出てくるまで加熱してください。はい、このようにねじゅわじゅわっとして香りが出てくれば OK です。そしたらここにまず玉ねぎを入れてください。続いてソーセージも加えます。これでまずこの2つをね炒めてください。火加減はそのまま中火で OK です。少しね塩コショウも振ってください。はい、でこのように玉ねぎに透明感が出てきたらここにね先ほど温めたじゃがいもを加えます。そして一度よく混ぜましょう。じゃがいも全体に油が回ったらこのまま一度ね軽く焼き色をつけてください。火加減はそのまま中火です。軽くね焼き色をつけていただくと香ばしくて美味しい仕上がりになります。あまりガチャガチャやりすぎるとじゃがいもの形が崩れちゃうのであんまりかき混ぜないようにね注意してください。はい、でこのようにところどころね焼き色がついてくれば OK です。そしたらまずはじめにここにね蜂蜜を加えます。一番最初に甘みを加えていきます。そして一度混ぜましょう。甘みはね必ず一番最初に入れてください。お砂糖もね同じタイミングで入れましょう。そしてさっと加えたら続いてここにオイスターソースです。オイスターソースはねしっかり炒めることで旨味がアップするのでここでねきちんと炒めてください。はい、こんな感じです。だいたい30秒から1分ほど炒めたらここに鶏ガラスープの素、そして粒マスタードを加えてください。これでね最後炒めていきます。はい、これでだいたいね30秒ほど炒めれば完成です。このようにね美味しそうに仕上がってます。それではお皿に盛り付けたいと思います。はい、これでジャーマンポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。じゃがいもはこのようにとてもホクホクな仕上がりになってます。最後はお好みでパセリを散らして召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではじゃがいもからいただきたいと思います。いただきます。じゃがいもがホクホクですすごく美味しいです。そしてこのオイスターソースの旨味と蜂蜜のコクが効いててすごく美味しいです。美味しい。このねソーセージとも相性抜群です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のジャーマンポテトのポイントです。まずじゃがいもの品種なんですが今回私は男爵芋を使ってます。男爵芋を使っていただくとすごくホクホクで美味しいジャーマンポテトに仕上がります。メークインを使っていただくと形が崩れにくくなってすごく扱いやすいんですけれどもホクホク系のねジャーマンポテトもすごく美味しいのでぜひ男爵芋でやってみてください。もしない場合はね他の品種を使っていただいても OK です。そしてじゃがいもに関しましては最初に皮と芽を取り除いてその後だいたい一口大ぐらいの大きさに切ってください。そして水にさらしてその後は電子レンジで竹串がスッと通るぐらいまでじゃがいもに火を通してください。そうすることで形が崩れにくくなるのとあとは炒める時間を短縮することができます。そして炒める時のポイントです。まずはじめにですね玉ねぎとソーセージを炒めて玉ねぎに透明感が出てきたらじゃがいもを加えて軽くね焼き色をつけてください。そうすると香ばしい仕上がりになります。そして味付けのポイントなんですが味付けをするときはまずはじめに蜂蜜を加えて甘みをつけてください。他の調味料と合わせて入れてしまうと蜂蜜のコクがあまり引き立たなくなってしまいますので一番初めにね加えるようにしてください。そしてオイスターソースもですねしっかりめに炒めてください。オイスターソースはきちんと炒めていただくことで旨味がアップします。あとは残りの調味料を加えてさっと炒めて仕上げてください。あんまりねガチャガチャやりすぎるとじゃがいもが煮崩れしてしまいますのであんまりねガチャガチャやらないように炒めていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はジャーマンポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますのでぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。
ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。